いつも知的好奇心にあふれていて、新しい知識をスポンジのように吸収している、そこのあなた。はい。今日も世界を少し違った角度から見ることができるとっておきの知見をシェアしたいと思います。よろしくお願いします。本日は2026年3月9日。今回はですね、単なるニュースの紹介じゃないんです。そうですね。かなりディープな内容です。はい。今日公開されたばかりのメルセデス・ベンツとカリフォルニア大学アーバイン校による画期的な共同研究論文。これの徹底深掘りを行っていくのが本日のミッションになります。今回のテーマは、現在最も熱い議論が交わされている自動運転と大規模言語モデル、いわゆる LLM の融合についてですね。LLM っていうと今みんなが使っている AI のベースになっている技術ですよね。そうです。で、この論文がなぜそれほど重要視されているのかというと、はい。自動運転システムがずっと抱えてきた常識的な推論の欠如とか、常識的な推論。あとは滅多に起きないけれども非常に危険なロングテールと呼ばれる予測不可能なシナリオですね。これに全く新しいアプローチで切り込んでいるからなんです。なるほど、ロングテール。つまり、例えば高速道路で前を走ってるトラックから突然マットレスが落ちてきたみたいな。そうです、そうです。まさにそういう過去のデータに存在しない未知の状況にどう対応するかという課題ですね。よし、まずはここから紐解いていきましょう。現在の自動運転 AI がそもそもどうやって周りの世界を見ているのかという視覚と意味のズレについてです。皆さんが普段運転している時を想像してみてください。人間のドライバーってフロントガラス越しに景色全体をパッと見て、はい。全体像を一瞬で捉えますよね。そうなんです。で、状況を把握しますよね。でも現在多くの自動運転システムは車に取り付けられた複数のカメラから送られてくる映像をですね、ちびえ、つまり別々の画像として言語モデルに処理させている現状があります。そうですね。複数の視点を別々に処理しています。これって、例えるなら部屋の様子を理解しようとしているのに、5つの別々の鍵穴から同時に覗き込んでいるようなものなんですよ。5つの鍵穴。なるほど。わかりやすい例えですね。右の鍵穴に自転車の前のタイヤが見える。左の鍵穴に後ろのタイヤが見える。みたいな。これじゃあ、空間全体のつながりなんて全くつかめないじゃないですか。おっしゃる通りです。カメラとカメラの境界線で物体が物理的に分断されて認識されてしまうのが現在の大きな課題なんですよね。やっぱりそうですよね。そこで、現代の自動運転の用途として登場したのが BEV という技術なんです。BEV。アルファベットで BEV ですね。はい。バーズアイビュー。つまり鳥の目線のように上空から見下ろしたような 3D の空間表現グリッドのことです。トカン図ってやつですね。自社を中心に据えて周りの動く物体とか静止している障害物との空間的な構造、距離感を正確に把握するにはこの BEV という手法は完璧に機能するんです。へー。今や物体検知とか軌道計画の分野では完全にデファクトスタンダードになっていますね。空間全体を上から見下ろすってことは、いわばビデオゲームの画面の端っこにあるミニマップみたいなものですよね。まさにそんな感じです。自動運転車にとっての完璧な頭の中の地図だ。でもちょっと待ってください。もしその BEV が空間を把握するのに完璧な手法なんだとしたら、なぜ自動運転の問題はとっくに解決していないんですか？そこですよね。何か見落としがある気がするんですが。非常に良いポイントをついています。ここで非常に興味深いのはですね、はい。この完璧に見える BEV にも重大な欠陥があるんですよ。欠陥ですか？それは意味的な豊かさ、セマンティックリッチネスが決定的に欠けているという点です。意味的な豊かさですか？論文のフィギュア1の例が非常にわかりやすいのでご紹介しますね。お願いします。インターネット上の膨大な画像とテキストで学習した一般的な視覚モデルなら、カメラの生の映像を見て、犬が芝生でボールをくわえて遊んでいるという豊かな文脈を理解できるんです。なるほど。犬が遊んでるな。予測不可能な動きをして急に道路に飛び出してくるかもしれないから少し減速して注意しようみたいな。まさにそれです。人間のドライバーが当たり前にやっている常識的な推論ができるわけですよね。ところが、純粋に気学的なデータのみで訓練された従来の BAV のミニマップは、それをどう認識するかというと、座標120の200という位置にある物体が存在するという無機質な点としか捉えられないんです。それだけですか？それだけです。それが予測不能な動きをする犬なのか、風で転がっているだけのただのゴミ箱なのか、その背後にある意味を持たないんですよ。それは痛いですね。これが
せっかく高度な推論能力を持つ LLM を自動運転に組み込もうとしても、AI の能力を生かしきれない最大のボトルネックになっていたんです。座標しか書かれていないのっぺらぼうの地図を渡されてですね。さあ、この状況で常識的に考えてどうすべきか推論してなんて言われても、いくら賢い言語モデルでもお手上げですよね、それじゃあ。そうなんですよ。見えないものは推論できませんから。そこで今回の研究チームは、じゃあ BEV 表現という無機質な空間データと LLM の豊かな推論能力を直接結びつけることはできないかと考えたわけですね。その通りです。でも、言葉を操る AI にその座標データの地図をどうやって読ませたんですか？彼らが設定した最初のリサーチクエスチョンがまさにそれでした。そもそも LLM は BEV という特殊な表現を理解できるのかと。研究チームはですね、MLP プロジェクターと呼ばれる変換器を導入しました。プロジェクター。はい。これはそんなに複雑なものではなくて、いわば画像の世界の言葉をテキストの世界の言葉に翻訳するシンプルな通訳機のようなものです。なるほど、通訳機ですか。これを使って BEV の空間情報が言語モデルが理解できる言語空間にマッピングする実験を行いました。その実験結果、具体的なデータはどうだったんでしょうか？言語モデルは自動運転用の地図を本当に読み解けたんですか？それが驚くべき結果でして、はい。80億パラメータを持つ言語モデル、インターン VL3 の 8B モデルにこの BEV データを読み込ませたところですね。物体認識の精度がなんと 95.3% に達したんです。95.3%。それって高いんですか？比較対象として自動運転専用にガチガチに設計された検知モデルである UniAD のスコアが 92.8% なんです。それはすごいですね。つまり専用のタスクデコーダーの成績を汎用的な言語モデルがあっさりと上回ってしまったんです。自動運転だけに特化して訓練されたプロの AI よりも、ただの言葉の AI が通訳機を通しただけで勝ってしまったということですか？そういうことになります。この結果はシンプルなプロジェクターを通すだけで BEV の空間情報が LLM の言語空間に見事に適合できることを証明しているんです。なるほど。そしてさらに決定的な違いが出たのが2つ目のリサーチクエスチョンである複数視点での推論です。複数視点というと？研究チームはエゴ 3D という複雑な空間推論のデータセットを使ってテストを行いました。はい。これは交差点などの複雑な状況である車から見て歩行者はどこにいるかといった立体的な関係性を問うものです。最初の5つの鍵穴の話ですね。まさにそれです。従来の複数のカメラ画像を別々に入力する方式と、上空からの BOEV 表現として入力する方式を戦わせたわけですね。勝負は見えていますか？はい、圧倒的でした。BEV 表現を使用することで状況理解の精度がマルチビューと比較して 46% も跳ね上がったんです。46% も。それは劇的な勝利ですね。さらに L1 エラーという指標がありまして、 L1 エラー。これは現実世界で自社と対象物との物理的な距離をどれくらい正確に測ればかという誤差を示すものですが、この誤差が 27.8% も減少しています。誤差が減ったってことは、距離をより正確につかめてるってことですね。その通りです。複数の画像を別々に処理すると空間が分断されますが、BOEV は最初から統合された 3D マップになっているため、LLM が空間全体を俯瞰して推論しやすくなったんです。しかもこれ、計算コストの話もありましたよね。そうです。通常、カメラ画像を言語モデルに理解させる場合、ビジョントランスフォーマーと呼ばれる非常に巨大で計算コストの高い画像処理エンジンを通す必要があるんです。重い処理ですね。でも、今回の BEV トークンを使用した場合、そのビジョントランスフォーマーのわずか10分の1のサイズしか持たないエンコーダーで、巨大な画像処理エンジンに匹敵するパフォーマンスを叩き出したんです。10分の1のサイズで同等の性能ですか？はい。それは、車載コンピューターの限られた計算資源を考えると、完全にゲームチェンジャーですね。本当にそう思います。さて、ここからが本当に面白いところだと思うんですが。はい。計算が軽くて空間を正確に把握できる、そこまでは分かりました。でも先ほど言っていた根本的な問題、つまり BEV の地図上にはただの点しかなくて、それが犬なのかゴミ箱なのか意味を持っていないという弱点はどうやって解決したんですか？ここからがこの論文の核心であり、彼らが提案した BEVLM というフレームワークの真骨頂です。BEVLM ですね。彼らは意味的上流セマンティックディストリビューションというプロセスを用いました。上流ですか？
ウイスキーみたいですね。簡単に言うと、師匠と弟子の関係を作るんです。師匠と弟子。インターネット上のあらゆる知識を学び終えている、事前学習済みの LLM を絶対に動かない固定的な教師とします。師匠ですね。はい。そして、無機質な地図しか読めない BEV エンコーダーを生徒とします。なるほど。知識ゼロの生徒に師匠が常識を叩き込むわけですね。具体的にはどんな特訓メニューをこなすんですか？視覚的質問応答、専門用語で VQA と呼ばれるタスクを使います。VQA。例えば、教師である LLM が前方の物体を踏まえて、今、自社が取るべき安全な行動は何かといった高度な質問を投げかけます。でも、生徒である BEV エンコーダーは最初はただの座標しか見えていないわけですよね。そうなんです。だから最初は答えられません。しかし、教師の正解に近づくために、自分自身の内部空間にその意味を作り出さなければならない状況に追い込まれるんです。つまり、座標120に物体があるという空間データに対して、これは予測不能な動きをするかもしれない犬だから、ブレーキを踏む準備をすべきだという文脈を生徒自身が学んでいくということですか？その通りです。そしてこの論文の最も美しい点がここにあるんですが、これは単に新しいソフトウェアの判断モジュールを後付けでポンと追加しているわけではないんです。と言いますと？ BEV の内部の特徴空間そのものを LLM が持っている豊かな意味空間に合わせて根本から作り変えているんですよ。リシェーピングしているんです。根本から。固定された巨大な教師の思考回路に完全にシンクロするように生徒の脳内構造自体を組み替えていく。この潜在空間の書き換えは AI のアーキテクチャとして非常に洗練されています。なるほど。単なるソフトウェアのアップデートじゃなくて AI の脳の構造自体を根本から書き換えているから画期的なんですね。まさにそういうことです。でもそこで一つ疑問が浮かぶんですが。はい、何でしょう。その常識や意味を教え込む特訓に集中しすぎると、生徒は本来の強みであった正確な空間座標を測るという気学学的な能力を忘れてしまうんじゃないですか？人間の学生でも応用問題ばっかりやってると足し算引き算みたいな基礎計算をミスするようになりますよね。非常に鋭い指摘ですね。AI の世界ではそれを破滅的暴虐と呼びます。破滅的暴虐、怖い名前ですね。新しいことを学ぶと古い重要なことを上書きして忘れてしまう現象です。これを防ぐために BEV-LLM では賢い制約が設けられています。どんな制約ですか？ VQA の応用特訓と並行して従来の正確に物体の位置を特定するという純粋な気学学タスクも同時に解かせるんです。同時に？はい。これにより BEV 特有の強固な 3D 空間構造を一切壊すことなく、そこに意味的な豊かさを上乗せすることに成功しているんです。空間把握の厳しい基礎トレーニングと状況判断の応用トレーニングを同時にこなす超エリートを育て上げたんですね。まさにそんな感じです。さて、ここまでの技術的なブレイクスルーを踏まえて、これが私たちの現実世界でどう役立つのかを伺いたいです。はい。実際のところ、これで自動運転は本当に安全になるんでしょうか？ラゴの中だけの成功じゃないんですよね。それを証明するのがクローズドループ評価でのテスト結果です。クローズドループですか？自動運転の研究ではドライブレコーダーの過去の映像を見て、ここでブレーキを踏むべきでしたねと後から答えるようなオープンループ評価がよく使われます。ビデオを見て答えるテストみたいなものですね。しかしこれはいわば自情の空論です。現実の運転では自分の車の動きが周囲の車の動きに影響を与え、状況が刻一刻と変化しますから。確かに。現実世界の道路はビデオの再生ではなくて、自分が操作することで世界が変わっていくビデオゲームみたいなものですからね。そうなんです。そこで研究チームはより現実に近く、他の車もダイナミックに反応する事故の危険性が高いシミュレーション環境であるニューロ NCAP ベンチマークでテストを行いました。その結果はどうだったんですか？80億パラメーターの LLM を使って意味的上流を行った BEV-LM モデルは、上流を行っていないベースラインモデルと比較して安全性を示すニューロ NCAP スコアが 29% も大幅に向上しました。29% 向上。スコアが 2.10 から 2.71 へ跳ね上がったんです。それはすごいですね。さらに最も避けるべき事態である衝突率も 62% から 55% へ 11.3% も減少しました。衝突率が 10% 以上も減るというのは、命に関わる現実の道路においてとてつもなく大きな数字ですね。本当に大きな意味を持ちます。リスナーの皆さん、
ここがですね、今日あなたにこの深掘りをお届けしたかった最大の理由なんです。はい。これは単なる新しい車のソフトウェアが出たというニュースにとどまりません。空間を完璧に把握する BEV と人間の言葉や常識、論理的思考を理解する LLM。この全く異なる強みを持つ2つの AI をどうやって融合させるか。そのための意味的上流というアプローチは、現実世界の複雑で、時には命に関わるような予測不能な問題を解決するための AI の未来のアーキテクチャの青自身そのものなんですよね。カメラ映像の境界線に悩まされていた非効率な現状から空間を統合する BEV の登場。そしてそこになかった意味を LLM から注ぎ込む。このプロセスによってより人間に近い常識的な判断ができる自動運転が現実の道路を走る日もそう遠くないでしょうね。ワクワクしますね。そしてもしこれを大局的な視点に結びつけると、この技術は私たちに非常に重要な疑問を投げかけているんです。と言いますと、今回学んだこの意味的上流という手法、もし複雑な言葉の常識や論理的思考を無機質な 3D 空間のマップに直接焼き付けることができるのだとしたら、これは自動運転車だけの話ではありません。ということは他の分野にも。例えば工場の複雑なラインで働くロボットアームや崩壊した災害現場の入り組んだ空間を飛ぶドローン。なるほど。彼らが持っている空間マップにも全く同じ手法で、ここには人間が急に飛び出してくるかもしれないから避けようとか、この資材は壊れやすいから優しくつかもうといった常識をインストールできるのではないでしょうか。言葉の世界の常識を物理世界に持ち込むわけですね。デジタルな言語の世界と物理的な 3D 世界、その2つを隔てていた境界線は、私たちが思っているよりもずっと早く消え去ろうとしているのかもしれません。デジタル空間の常識が物理世界を動かすロボットたちの生きている地図に変わっていく。これは本当にワクワクする未来ですね。これからが非常に楽しみです。あなたはどう思いますか？ぜひ今日学んだこの意味的上流というアイデアをあなた自身の仕事や興味のある分野に当てはめて想像を膨らませてみてください。きっと面白い発見があると思います。今日もこの徹底深掘りに社の子までお付き合いいただきありがとうございました。次回もまたあなたの知的好奇心を刺激するとびきり面白いテーマをご用意してお待ちしています。それではまた次回。ありがとうございました。